こんにちは、ふーです。今回はずっと気になっていたジムニーノマドを私が普段乗っている軽ジムニーと比較しながら紹介していきます。まずはじめに買い替えるかどうかなんですけど、結論から言うと買い替えません。100万円の価格差を払ってでも乗り換えるのかって考えるとそこまでではないですかね。ですが時期とかタイミングによってはいずれ乗り換えようかなって思うぐらい素晴らしい車でしたよ。素人の新築リンが見て思ったことをひたすら喋っていきますね。ノマド納車待ちの方や購入検討している方はぜひ見ていってくださいね。早速私が乗っているジムニーと並べてみました。グレードですが、ノマドは FC というグレード一つのみで、これはシエラの上位グレードにあたる装備が標準でついているようです。新車価格は約275万円からです。私のジムニーは XG グレードといって一番安いグレードになります。新車価格は175万円からです。約100万円の価格差があることも踏まえて見てみてくださいね。パッと見て思ったのは、ノマドのグリルにはメッキが使われていたりと少しゴージャスです。ジムニーのグリルはオール樹脂で装飾などは一切ありません。ノマドはフォグが標準装備ですが、私のジムニーは XG グレードなのでフォグがありません。バンパーはノマドの方が若干肉厚です。ノマドのバンパーはシエラと共同だそうです。高さはほぼ変わりません。側面から見てみますね。前方はピラーまでの作りはジムニーと共同なんだそうですよ。ノマドは 340mm ほどジムニーよりも長いんですけど、この伸びしろはきっちりホイールベース分の伸びしろなんですよ。そして皆さんが一番気になるのは後部座席だと思うんですけど、ドアがほぼ90度開閉するので乗り口は広くて乗りやすいです。この部分も極限までカットしてあるので乗り込みやすかったですよ。乗車定員は4人になります。箱型なので天井は高くてゆとりがあります。運転席のポジションは私に合わせてあるんですけど、足元はかなり広いです。助手席は一番後ろに下げている状態です。私の短い足ならストレスなく乗れそうですが、身長160センチ以上ある方だと膝が当たるかもしれませんね。内装で気になったのは荷室の壁が樹脂カバーで覆われていることです。ジムニーは鉄板むき出しで、夏は暑いし冬は冷たいんですよ。けどマグネットが貼り付くので車中泊では何かと便利でした。そしてノマドにもユーティリティネジが片側2箇所ついているので、今までのジムニーのアイテムも取り付けられるかもしれませんね。ノマドは荷室も結構広くなっているので、キャンプアイテムを運ぶ時なんかも役立ちそうですね。ジムニーの場合は後部座席を倒さないと大きな荷物は乗りません。そしてノマドのフルフラット問題についてです。ノマドはジムニーとは違って後部座席を倒してもフルフラットにはならないんですよね。こんな状態で寝たら体もぶっ壊れてしまいますから対策が必要です。後部座席の座面を外すとフルフラット化ができるようですよ。早速やってみますね。まずはトランクのビスを外します。そうするとカバーが外れます。次にこのネジを外します。10mm のレンチで外せますよ。そうすると座面が取り外せるようになるので引っこ抜きます。この状態でシートを倒すとフルフラットになるようですね。荷室の段差を埋めないといけないんですけど、これは鈴木純正のレゲッジボックスを買うか DIY でなんとかなりそうですね。座面がない状態で運転はできないので、その都度戻す手間はありますが、これで車中泊の問題は解決できそうですね。あとはその他細かいところを紹介していきます。ミラーですが、ノマドにはウィンカーもついていますし、電動で開閉できます。私のジムニーは XG グレードなので、ミラーの開閉はもちろん、表面の調節も手動です。後部はエンブレム以外大きな違いはありません。ジムニー用のラダーやリアゲートボックスはそのまま取り付けられるそうですよ。透過類はハロゲンか LED かの違いですかね。日常使いなら明るい LED はありがたいですが、雪道を走る方はちょっと不便かもしれませんね。今年の冬に東北旅をした時、LED ライトで大変な思いをしたので、私はハロゲン派です。なんとノマドにはヘッドライトウォッシャーまでついているんですよ。エンジンの違いですが、ジムニーは 660cc に対してノマドは 1460cc です。これはシエラと同じエンジンです。内装はシエラと共同でほぼ同じだそうです。ここまで比べてみましたが、大きく変わるのは後部座席とトランクの大きさぐらいです。
私が一番気になるのはジムニーで唯一不満な加速性能です。エンジンが大きくなってどれぐらい変わるのか実際に乗って試してきますね。心配していた加速性能は全く気にならないレベルでした。これなら日常使えてもストレスなく運転できると思いますよ。一番心配だった高速走行も快適でストレスなく運転できましたよ。合流シーンでもしっかり踏み込めば踏み込んだ分だけ加速してくれてジムニーとの違いを感じました。これならジムニーで大変だった長距離の高速旅もストレスなく走れそうです。エンジンによる加速の違いの他はほとんどジムニーと変わらないので同じ感覚で運転できますよ。特にシエラに乗っている方はエンジンも同じなのでほとんど同じ感覚で乗れると思いますよ。ただ最小回転半径が軽ジムニーは 4.8 メートルなのに対しノマドは 5.7 メートルと大幅に取り回しが悪くなっています。これはアルファード並みの取り回しなんだそうですよ。都市部でノマドを運転するのは少し大変なのかもしれませんね。最後に3ドアか5ドアで迷っている方に私の感想をお伝えしますね。まず車中泊の観点から言うとノマドは座席を外したりと面倒な部分が多いので3ドアのジムニーが楽だと思いました。3ドアジムニーでも車内の長さは180センチぐらいあるのでよほど体格のいい方じゃなければ足を伸ばして寝れますよ。日常使いではノマドは趣味性が高いのにもかかわらず乗用車の感覚で乗れるので活躍してくれると思いますよ。ただし4人乗りって点には注意が必要です。3人以上で乗る機会が多い方や100万円の価格差がそこまで気にならない方はノマド一択ですね。一人で趣味車として乗るならジムニーかシエラがいいと思いました。私の場合今のところ一人旅でしかほとんど乗らないので特にノマドに乗り換える必要はないと思いました。遠い将来家族ができたり人を乗せる機会が増えたらノマドに乗り換えるかもしれません。しばらくはジムニーと旅を続けていきますね。ノマドを検討している方の参考になれば嬉しいです。じゃあまたねー。